皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は8月7日土曜日、第48回目です。第48回目、テーマは戦後の日本を貶めた外務省の犯罪です。本日のポイントです。昭和天皇がマッカーサーと会見されたとき、天皇は謝罪されました。開戦通告の前に、真珠湾攻撃がご自身の意図したことではなく、東条のトリックで騙し討ちとなったことです。実はこれは外務省の失態を隠し、東条に責任転嫁させた吉田の画策によるものでした。外務省は嘘の上に戦後の再生を築こうとしたのです。それが今日の日本を歪なものとした大きな原因です。ここからは吉田茂という藩政、荒健一、杉原誠志郎教著、従者発行も参考にさせていただきます。昭和天皇とマッカーサーの会見写真は非常に有名です。しかしこの時、天皇がマッカーサーに謝罪をされたということは、私たち日本人はほとんど知りません。なぜならこの事実を外務省は隠してきたからです。重光守元外相もマッカーサーから聞いています。また、GHQ 総司令部の政治顧問代理ジョージ・アチソンの記録で判明しています。彼はマッカーサーから聞いた天皇の発言を次のように伝えています。天皇は握手が終わると開戦通告の前に真珠湾を攻撃したのは全く自分の意図ではなく東条のトリックにかけられたからである。しかしそれがゆえに私の責任を回避しようとするつもりはない。また天皇は日本国民の主導者として市民の取ったあらゆる行動に責任を持つつもりだと述べられました。第一、ではなぜ天皇が謝罪しなければならなかったのか。第二に、なぜこの事実が公式の記録で削除されたかをご説明いたします。それでは第一の、まず天皇がなぜ謝罪しなければならなかったかという理由です。時間の流れをご説明いたします。本来は最後通告を真珠湾攻撃の30分前に主行、つまり直接手渡しすべきだったのに、当時のワシントンの日本大使館の事務失態で約1時間半遅れ、攻撃開始後1時間後に主行し、そのために形の上で騙し討ちになりました。これに対し昭和天皇はその真実を知らず、東条が計画したものと教えられ、彼の名を出されたのです。日本人にとって騙し討ちほど恥ずべきものはありません。天皇はその経緯をご説明し謝罪されましたが、ご自分の責任を回避するつもりは毛頭なく、次のようにマッカーサーに述べられています。私は国民が戦争遂行にあたって政治軍事両面で行った全ての決定と行動に対する全責任を負う者として、私自身をあなたの代表する諸国の採決に委ねるためにお尋ねした。この時こそマッカーサーが天皇に抱いた偏見が尊敬に変わった瞬間です。次に、この事実を外務省が隠してきた理由です。占領軍は原爆を投下した理由も真珠湾の騙し討ちを真っ先に掲げていました。東京裁判でも東条内閣を騙し討ち内閣と責めています。実はあの日米戦争の中、日本の将兵や一般国民も日米戦争が騙し討ちで始まったことをほとんど知りませんでした。またアメリカ国民がなぜあれほど怒り、報復感情に燃え、原爆投下したことも同様でした。そんな中、ワシントンの
日本大使館の事務失態が原因で騙し討ちとなり、それが原爆投下にもつながったことが日本国民の知るところとなれば、外務省は軍部以上に非難され、解体さえ免れなくなります。占領軍は当初、外務省の解体も計画の一部に持っていたので、日本国民の外務省に対する批判とともに、本当に解体になっていたかもしれません。だから外務省にとって、この失態の原因は何が何でも隠さなければならなかったのです。天皇がマッカーサーと会見されるとき、マッカーサーから騙し討ちを問われる可能性がありました。そこで外務省が作った案は、東条が画策したというものでした。真相を全くご存じなかった昭和天皇は、外務省の回答書のまま、真珠湾の騙し討ちは東条がしたと答えざるを得なかったのです。それを仕組んだのが吉田茂です。なんという罪なことをしたのでしょうか。東条家の方々がこれらを知られたとき、どんなお気持ちであられたことでしょうか。すべてを知っていたかのように、東条英機は家訓として遺族に一切語るなかれ、つまり一切の弁明を禁じたのです。これは東条家の写真です。昭和16年秋、首相官邸の庭です。この悲惨な戦争の責任を誰かが負わなければならない。国民の怒りを開戦の責任者である自分が負うべきだと覚悟したのです。責任のなすり合いという醜い姿が日本の評価を下げることを見越してのことだと私は思います。潔いの一言、武士の鏡です。こうして東条憎しが未だに日本国民に広がっています。反対に戦後を作った男、吉田茂という英雄像が作られました。吉田は昭和20年9月17日、重光外相の後を継いで外務大臣となります。そして彼の初仕事は、この外務省の責任を隠すことでした。当時、騙し討ちの事実と、その問題の本質を知る者は、外務省の中でもほとんどいませんでした。吉田は、この秘密をまず外務省の中で隠しました。そこで、天皇とマッカーサーの会見の通訳として、騙し討ちの直接の原因を作ったものを通訳にしておけばいいと考えました。つまり、真珠湾攻撃の始まる前日に、最後通告をタイプすべきなのに、そのために思考が遅れた張本人、奥村勝三を通訳にするのが良い。そうすればこの話は外務省の中でも広がらなくなる。奥村は自分がその失態の直接の責任者であるのに、騙し討ちは東条がしたという昭和天皇のお言葉を翻訳してマッカーサーに伝えたのです。どんな気持ちで通訳したのでしょう。たとえ吉野の指示があったとしても、正しい良心の持ち主なら、そんな重大な嘘は死んでもつけないはずです。人は不信が働ければ、良心は麻痺するのでしょうか。悲しいことです。吉田は、この外務省の許し難い責任問題を国民の目から隠そうとして、奥村を通訳に指名したのです。奥村の上司は参事官の井口茶道です。東京裁判では騙し討ちがあったこと、しかしそれは単に事務失態であったことも日本国民に明らかになります。しかしこの問題の本質は何かが外務省の責任とともに不問にされたのです。つまり歴史の捏造です。その時の GHQ の言い分はこうでした。重大犯罪を犯した人が逃走する途中で、例えば信号無視をしたからといって、それをいちいち取り上げる必要はない。なぜなら、それよりもはるかに重大な犯罪を犯しているからだ。しかしこれは全くの詭弁でした。日本が騙し討ちをしたと言って、ルーズベルトがリメンバーパールハーバーを唱えて、アメリカを一つにし戦争に引きずり込んだこと。また、
原爆投下が騙し討ちをした卑怯な日本への懲らしめは、皆、嘘だったことを巧妙に隠したのです。そこで東京裁判以降は、原爆投下の理由を、アメリカの将兵100万人を救うため、また、戦争を早期に終結させ、双方の犠牲を抑えるため、という新たな嘘を世界に発信したのです。ひどい話ですね。同時にワシントン在住の日本大使館が許し難い失態を犯したことも大したことではないと日本国民の目からそらしました。これは明らかに吉田の意図が働いていました。次に、これらのことが歴史にどのような意味を持つかについて2点お話しします。第一は、外務省が半数の機会を失い、戦後の日本で真っ当な道を歩むように出発できなくなったことです。外務省職員として、騙し討ちの責任者が外務省のトップにまで上り詰めるのを見れば、国民に対する倫理観を失っていくことになります。その結果、外務省は外部に対しては、この失態の秘密を隠さなければならない立場に立ちます。国民のための外交とは何かを考えられなくなり、かえって反国民的となりました。韓国の慰安婦問題でも、世界に嘘は32年間振りまかれているのに、何も抵抗せず、沈黙を続けるという、通常では考えられない外交を展開したのも、結局は戦後の外務省のこのような出発のあり方に原因があります。第2は、歴史認識の歪曲です。日本国民のあるべき歴史認識から、当事者の日本国民が外されるということです。これほど非愛国的なことはありません。日本国民に過去の事実を見えなくするということですから、歴史の歪曲です。外務省の外交は国民の名誉のためのものではなく、単に外務省のための外交になりました。もし外務省の戦争責任が十分に批判され、日本国民の誰もが知り、そのことが教科書にも書かれるようになっておれば、外務省として反省すべき点を反省し、いわゆる見下げをして、以後国民のための外交が展開できるのではないかと思います。ですから、日本側の言い分もまっすぐ弁明できる外務省となっていたはずです。騙し討ちの責任を東条にすり替えた結果、日本の正当性を弁明できなくなりました。当時の状況として、やむを得なかった部分も国家として言えなくなってしまったのです。その結果、自虐史観が残りました。愛国心のない外交は国益を損ねます。ですから、戦争に関わると、韓国や中国に対して正当なことが全く言えなくなりました。弱腰の外務省の原因の一つです。さて、イスラエル民族にとって、その父祖、アブラハムは今も誇りです。その彼の歩みが旧約聖書に記されています。彼の誠実な心に神がお答えになり、今のイスラエルの地に導かれたのです。しかしこの地に飢饉が襲い、一時エジプトに避難しました。その時彼は大きな嘘をつきました。妻を妹だと偽り、妻を差し出し、自分は助かろうとしたのです。今なら離婚者ですね。女性は今は強いからです。さて、この地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉が激しかったからである。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ。あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って、私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。
アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨したので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロは彼女のためにアブラムによくしてやり、それでアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻、サライのことで、パロとその家をひどい災害で痛めつけられた。そこでパロはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。さあ今、あなたの妻を連れて行きなさい。パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を妻と彼のすべての所有と共に送り出した。旧約聖書創世記12章。イスラエル民族の歴史書でもある聖書に、イスラエル民族の誇り、アブラハムの失態をなぜ克明に記したのでしょうか。しかもイスラエル民族だけでなく、今日ある通り、全世界の人々が手にする聖書として、4000年間、彼の失敗が語り継げられてきました。なぜ聖書に記し、また隠されなかったのか。ここにイスラエル民族が1900年間国がなくても生き延び、また再建された理由があるように思います。嘘の上に国家は成り立たない。これを4000年間学んできたのです。民族の英雄ダビデの罪と悔い改めが語り継がれたように、父アブラハムの自分の非を認めて一言の弁解もしない姿、悔い改めた真摯な姿こそ民族の誇りなのだと。日本は自衛のため残されたただ一つの道で、どうしても開戦が避けられませんでした。東条英機は天皇のご意向に反し、自分の内閣で開戦した責任を転嫁せず、自分の罪としました。そして東条家に家訓を残したのです。一切語るなかれとは、一切の弁解をするなという意味です。また、昭和天皇は、臣下の罪はすべて私の罪であり、いかようにでも私を裁いてくださいと、ご自身を差し出されたのです。これこそ世界に誇る日本の姿だと私は思います。イスラエル民族の歴史書のように、民族の誇りというべき英雄の失態を包み隠すことなく言える社会。私たちはここに日本の再生の道を学ぶことができるのではないでしょうか。私たちには忘れてはならない。どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、民族としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは、潔い心でした。それではお知らせです。次回48回目、8月7日土曜日。憲法9条をいびつにした吉田茂元首相です。朝鮮戦争勃発後、アメリカは日本をアジアの共産主義に対する防波堤と考えました。そこで憲法9条には自衛権があるとマッカーサーは主張したのです。しかし吉田はそれを拒み、アメリカの駐留を恒久的なものとしました。今日のように日本がアメリカの属国のような状態を吉田が作ったのです。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。